総集編、中編。ねええ、いつまでいいのよ。いやいやいや、いいじゃない別に。なんかあんのよ。いや、あるわよ。何？いや、教えないわよ。なんで言わなきゃいけないの？いやいやいや。すべてを把握しようとしないでよ。用事があるなら帰るわよ、別に。あるから帰って。いつもあるわよ、用事なんて。用事ない人なんていないでしょ、人間。何かは別に言えるじゃん。そんな隠さなきゃいけいないやいや、友達と会おうかなと思ってて。友達なんかいないでしょ。いや、私以外に。いやいやどんだけ、見たことないもん。いや、それはだって、見たことないのよ。私呼ばないから。そういう友達とか。いやいや、そんな暇ないじゃない。毎日私たち会ってるの。いやいやいや、その帰った後、月見ちゃん帰った後会ってるから、私。夜遊ぶ？夜とかね。まあ夜でも朝でも。なんでも。いや、嘘っぽいな。いや、ほんとよ。いや、でも、嘘っぽいのよ。いやいや、ただね、私、たまにみんなとかと会ってて、すごい嫌なことがあって、何？でこういうパターンよ。例えば、月見ちゃんとかいるときに、もう一人のね、私の友達の予定があったときに、なんか、合流させようとする子いるじゃない。あ、わかる。ちょっと友達も呼んでいいみたいな。わかる。で、このパターンならまだいいのよ、私。どういうこと？私と、月見ちゃんみたいな。11のところに、もう一人来るんなら、いたら、私の友達が？そうよ、そう。じゃあ、月見ちゃんの友達が来たとして、そしたら、月見ちゃんの友達と月見ちゃんを知っている、私と月見ちゃんを知ってる、私とこの二人を知らない、同士っていう、なんかまあ、同じ立場の二人じゃない。いたら、そこに月見ちゃんっていう、まあ、なんていうのかな、つなぎ役がいるみたいな感じだったら、まだなんか、全然、ちょっとわかるけど、たまにみんなでいて、4、5人でいるのに、ちょっと友達呼んでいいって言って、そこに、全然知らない人が一人来るとかあるじゃない。あれ、私、すっごい気になるのよ、その人のことが。その人、楽しいのかなっていうか、全く意味ないじゃない、来て。で、呼ぶ人も呼ぶ人だけど、私だったら絶対、今友達4、5人でいるんだけど、一緒に来ないって言われた時に、私なら、いや、いい私帰るよ、じゃあ、またにしようって私だったら言うのに、そこに来んのよね。だから、ルイは友を呼ぶよね。そこに呼ぶやつもいけないわよね。来んのよ。いや、あれ変よね。私は、結構私も反対派、もちろん。それは。だけど、それって結構人によらない？どういうこと？一番重要なのって、例えば、私が友達を呼んで、団子ちゃん呼んでいいって言って、私の手話にかかってない？そこはもう、月見ちゃんの回しってこと？そう。全部、団子ちゃん、何々ちゃんって、で、間をつないで、例えば共通点を探して、そういえば、何々好きだよね。この子も好きなのよ。みたいな。本当にボルダリング好きなのみたいな。なんでボルダリング好きじゃないでしょ。ボルダリングなんかやってるの見たことないわよ。そういうのだったら話合いそうじゃない。それができないやつが、呼ぶ場合があるのよ。あれ一番恐ろしいのよ、本当に。確かにわかるわ。で、呼んだ子が、裏回し入ろうとするパターンあるじゃない。もう無理よ、それはもうお手上げよ。それは怖いわよね。すごく怖いのよ。だから私が呼んじゃって、で、ここだけでしかわかんない話をずーっとするみたいのない？あるわ。で、なんとか最初入ろうとするじゃん。何みたいな。だけど、もう、あまりにも長いのよ、その話が。それで、一番、だるいのが、いや、だから、さとみと同じタイプよ。みたいな。さらに知らない友達の話も、それお手上げじゃない？お手上げよ。いや、だからここの手腕だと思うのよね。真ん中の。いや、でもやる子いるのよね。で、しまいにはそれを誇っちゃったりとかして、私、なんかみんな、結局みんな仲良しにさせちゃうのよね。いるのよ、そういう子。いや、それはもう偶然よね。絶対。怖いわよ。で、結局、なんか、私呼んで、初めましてだったのに、今私抜き出さんじゃって、みたいな。いや、でもそれ多いわよね、女の子で。それはなんかこう、あなたのなんか、呼んだ手柄みたいになってるけど、そんなことは全くなくて。いや、恐ろしいんだよな。いや、恐ろしいわよ、本当に。だから、呼ばれた方は、私だったら、この人なら言っていいかなっていうのがあるわね。だから、
この人ならちゃんと紹介してくれるし、そうね信頼できる、実績と信頼がある人だったら言っていいけど、だから私は、ある一定のラインを引いてて、その、上下関係があるところならいいと思うのよ。例えば、じゃあ月見ちゃんと私がいて、月見ちゃんが来るって言った場所で、月見ちゃんが一番先輩とかでやってるとかなら、まだわかる。それとか一番後輩で、そのみんな先輩の人がいて、そこに友達です。あ、どうも初めましてだろうからけど、並列のとこに行くのが一番難しいと思うんだよね。確かに。なんだか、みんな友達みたいな。シェアハウスに来ちゃったみたいな。だからあれとかでしょ、誰も知らないバーベキュー大会とかでしょ。あ、そうよ。一番やばいわよ。バーベキューなんてみんな呼んで。で、結局みんなで、こんなの最初は緊張してるけど、ほっとけばみんな楽しんじゃうから。全然楽しんでないのよ。わかるわ。何度か行ったことあるのよ。いやいや、誰も知らないバーベキュー大会。やばいわよ。それ一番やばいわよ。でも、世の中で一番危険なパーティーって言われてる。もう私なんかもう途中からもうシフトチェンジして、絶対一人変なやついるじゃない。いるわよ。そいつをずっと見てるだけに終始しちゃうのよ。何してんのあいつ。自分よりも馴染めてないようなやつとか、変なやつをね、見つけて、そいつを干渉するっていうね。それしかもうなくなっちゃうのよ。まあ確かにね。だから、まあ私と月見ちゃんが話してもしょうがないんだけど、誰かルール決めてほしい。そういう時には、行かない、行かせないみたいな。書くみたいなやめてよ。そういうところには行かない、行かせないみたいな、そういうの決めてほしいわ。そうね。ストレスたまんのよね。よいしょ。ちょっと。まだいるでしょ、ここ。いていいでしょ。いいわよ。ちょっと、友達呼んでいい？あ、いいわよ。私も友達呼ぼう。その場合。そのパターン私の勝ちね。勝ちとかじゃないよ。どこ行くのよ、だから。次の日。月見ちゃんさ、何？コンビニ行くでしょ？コンビニ。いや、コンビニ行くわよ。私もさ、めっちゃ行くのよ。みんな行くんじゃない？コンビニ。そうなんだけどさ、コンビニってこう、様々な恐怖が潜んでるのよ。恐怖が。恐怖？何？私ね、コンビニ行くと、こう、結構ぐるぐるしちゃうタイプなのよ。回るってこと？回っちゃうの、いろいろ見ちゃうのよ。なんか、うまく回れないんだけど、結構店内にいる時間が長いタイプだと思うの。あ、そうなの？それはそう思う。人に比べたら。いや、比べたことないけど、結構さっさと行く人いるじゃない。何を見るの？いや、なんか迷っちゃうのよ。ぐるって言って、こう、何か、ここら辺の、まあ、例えばおにぎりとかあるとするじゃない？それを、おにぎり、多分コンビニの置き方と私のチョイスセンスのタイミングが合ってないのよ。どういうこと？だから、コンビニって多分、ドリンクとかを取らせてから、おにぎりを取らせようとしてるのよ。そうよ。考えられてるのよ。そうなのよね。だから、どうしてもおにぎりとか先行って、ドリンクとか取り戻っちゃうのよ。戻らなきゃいけないじゃない。ああ、下手なのね。そうなの、そうなの。回るのが。そうなの。で、何回もしちゃうんだけど、今日はその話じゃないのよ。何の時間今？その話じゃないのよ。ちょっと何の時間なの？なんかそういう、脇道そらせようっていやいや、私一方的に聞いてたわよ。そういう時あるよ。いやいや、聞いてたわよ。で、一番怖いのは、何？雨の日にね、雨の日？雨の日にコンビニに傘さしていくでしょ、ビニール傘で。行くわよ。で、その入り口のとこに置くじゃない？傘立てに。で、バッて、店回ってて、で、出た時に、その傘を取ろうとしたら、明らかに私の傘じゃないのよ。ああ。でも、もうその傘しかないの。で、店内には、私しかいないの。この時、使う？使うわね。使うって言うと思ったわ。月見ちゃんなら。何その試すのやめて。いやいや、使いそうだもんね。いや、でも一人なんでしょ？一人なのよ。ってことは、誰かが間違っちゃったってことよね。そうよ。入れ替わっちゃったってことよね。それはもうしょうがなくない？私は結構やってるんだけど。そんなに？盗んでるってこと？盗んでるじゃなく、人に取られないように、私もそれ嫌なのよ。自分の、まあ同じようなビニール傘ではあるけども、
自分のビニールがさ、わかるあるじゃない。わかるわよ。もう広がっちゃってるやつとかあるじゃない。あと握るところが全然違うのよね。あと握るとこがなんかちょっとギザギザしてて。わかるわかる。とかあるじゃない。ささくれみたいになってるやつね。私結構、入ってきた時に、結構入れ方を特殊な入れ方にしたりとか。何それ？すごく甘く入れたりとか。すごく甘く。ちょこんとしてるってこと？なんか、まあ、これぐらいの高さで傘が並んでるとするじゃない。一人だけ飛び抜けて上に。ババ抜きの時みたいなこと？そうなの。ババ抜きのババの、やり方してるの？だったり、ものすごく奥に入れてみたりとか。確かに。だってババ抜きの時も、ちょっと飛び出てるやつ取りたくないもんね。そうでしょ？わかるわ、そうでしょ？で、私のじゃないってなるじゃない、他の人も。これは私のじゃない、こんな飛び抜けて入れてないって。めちゃくちゃ頭いいわね。やってないの？やってない。すごい斜めに入れたりとか。やってる。たまに斜めのやつあんの。あれ、月見ちゃんの？私の。邪魔ー。でも絶対取られないわよ。そうだけど、その発想なかったわ。すごい。同じように入れちゃうから、やっぱ間違えちゃうのよ。月見ちゃんってなんか、友達だからいいけど、友達じゃなかったら多分嫌なやつよね。なんでそんなこと言うのよ。発想が。すごく嫌なやつの発想してるよ。なんでそんなこと言うのよ。じゃあ次からそれやるわ。やってみて。ちょこんとね。ちょこんと入れたり。ババ抜き方式ね。斜めに刺したりとか。斜めはもう邪魔だからやめてよ。あともう、傘立てに入れずに横にこう立てかけちゃったりとか。なんでそういうマナー守らないことすんの？いや、でもそうでもしないと取られちゃうから。自分の傘が。そうなの。もう入れない方がいいんじゃない？じゃあもう、月見ちゃんそこまですんな。でも持ってっちゃうと店内に雫が落ちちゃうから。そこは守んのね。守るよ。変な人。もういいわよ。行こう。翌日。涼しいわね。何日いると思ってんのあんた。暇なのよ。暇なのよ。暇なのよじゃないのよ。何日いんのよ。もう帰るわよ。たまり場じゃないのよ、ここ。本当に。もう帰るわよ。ずっと言ってんじゃないそれ。大体帰んないやつが言うのよ、それ。もう帰るわよっていうの。もうどうぞお帰りください。さすがにもう、お帰りください、どうぞ。もうさすがにもうちょっと、まあ飽きてきたというか。帰ってよ、じゃあ。飽きるも何もしてないじゃない。何ゴキブリいなかった？いるわけないじゃない、そんなとこ。いないでしょ。ゴキブリ出るのこの部屋。そこ部屋じゃないもん。この廊下。いや、ゴキブリ出るもん何もそこ外だから。ゴキブリ大丈夫？どういうこと？怖くない？怖いってことはないけど、気持ち悪いってのはちょっとあるわよ。どうすんの？ゴキブリが出て一人だったら。だってちょっと距離を置こうよ、こうやって。それで、音を立てないようにするよ、まず音とか。で、どっちに行きそうかなっていうのを見るわよ。で、まあ、やるかやんないか決めるわね。でも、もう寝るだけなのよ。自分の部屋で。やるわね。やるしかないわよね。やるしか。それはもうやるわ。かわいそうだけどやるわね。もう、行くしかないわよね。だから、なんか叩く？それとも、掴む？いや、掴むのはちょっと無理。なんかティッシュとかで。それで無理。動かれたらたまんないもん。動くわよ。飛ぶし。私飛んだの見たことないのよ。壁とかに出てきたことない？あるよ。で、こう掴もうとしたらバッて。飛ばれたことないわ。あ、そう。飛んだの見たことない。飛ぶから怖いのよ。やっぱり。あ、そうなの？飛ばれたことないもん。あ、そう。で、それをまあ、叩くのね。叩きたいけどね。叩くのもむずいわよね。まあ、早いからね。本当に。そうなのよ。だから、スプレーもしヘアスプレーがあればかけてみるわよね。ヘアスプレー？はい。専用のスプレーじゃなく、専用のスプレーを
常備したことはないのよ。まあそこの用意がないのね。だからヘアスプレーをちょっとかけてみるっていうのはあるわよ。効くかもと思って。効かないけど、でも大抵。なんか濡れるだけじゃない？大体。いや、結構嫌がるわよ。いやいや、自分で想像しても嫌だもん。でかいスプレーでかけられたらそう避けるわよ。嫌がってるけど、いや、だからそこもね、そういう意味では、本当にその時ばっかり話し合いたい。ゴキブリと？そう。いやもう無全理よ然、私殺したくないのよ。うん。出てってくれれば問題ないの。うん。でも、いや、私もそうよ。そう。まあ、でも、相手からしたら相手も痛いものね。そうよ。しかも、うん。もう、一匹出ちゃったらって言うじゃない。うん。それどういうことなの？一匹出ちゃった。いや、だから一匹のわけがないってことよ。うんうん。まあ、でも私調べたの。どっからか来てくるって可能性あるじゃん。そうなの。それだと一匹の可能性はあるの。うん。その隙間から入ってきちゃったとか、うん例えばここ、今空いてるじゃない。空いてるわよ。外から入ってきちゃうことがあるのよ。ああ、うんその場合はどうなの？その場合はまだいいのよ。そいつをなんとかすれば。うん。じゃなく、まあ、そこでまあ、生産うん。されちゃったのは部屋の中いやで。だからそれこそどうやって聞くのよ。あなた出身どこですかって聞くの。いや、なんか、私が調べたところによると、やっぱ色らしいわよ。色？うん。何色？黒いか茶色かみたいな。茶ちょっと色なの。忘れちゃったけど、茶色なのどっちかみたいな。教えてよ、そこ。そこ知らない。そこちょっと忘れちゃったけど。一番茶色じゃない、でも。茶色がいたらやばいんじゃない？要するに成熟して、外で生活してないってことよね。茶色は。そ黒は、外で生活してるってことよね。う。うん。から黒いってことなの。わかんないけど。一つ聞いていい？じゃあ、ゴキブリは一人、あ、待った。ゴキブリ博士。そこ確認して一回部屋に出たのよ。自分の部屋に。いい？うん。でも本当に、これもどうって聞いたことあるじゃない。そう、1匹出たら10匹、100匹いるっての。でもゴキブリなんてよく出るじゃない。いやいや、よくは出ないわよ。うん、よくってか、そのなんか、確認できることはないけど、うん多分いるだろうなとは思ってるわよ。うん。でももうちょっと悩まされちゃって調べたのよ。うん。で、調べていったら、あるものにたどり着いて、何？とんでもないものがあまたるのよ。怖いわよ、そういうの。あるものっていう言い方が。その、なんだの言い方さっきから。ちょっとなんか、なんかあるじゃない。ゴキブリホイホイとか、そういう。ああ、そういうことね。そう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 。その、なんだっけな。ブラックキャップって知ってる？ね、そう巨人の帽子みたいな。いやいやいや、まあそうなんだけど、うん意味は。う帽子みたいな形のん。うん。やつなんだけど、うんすごいらしくて、それが。なんなの？なんか私が聞いたのは、うんなんか、引っ越し初日にうん。 10匹ぐらいゴキブリが出ちゃった人がいるのらしいの、その部屋から。うんもう終わりじゃない、それって。引っ越し初日よ。まあね。もうどこかにもう巣を作ってて。うん。で、その人はもう家解約したいけど、そんなんいきなりお金も払っちゃってるし、できないじゃない。だから、いろいろ一つ聞いたら、ブラックキャップってのがいいってのが聞いて、置くだけなのよ。隅に。部屋の。待って。あなた私にブラックキャップ売ろうとしてるでしょ。その入りを今。いや、聞いてよ、ブラックキャップ売ろうとしてるもん、絶対。すぐ、置くだけとか。10匹よ。部屋で10匹確認できたのよ、初夜に。うん。そう、ブラックキャップってのはこれぐらいの大きさで、うんちっちゃい、うん。直径3センチぐらいの。うん。そう、なんか部屋の隅に置くだけで、いなくなるって聞いて置いいてるなくなるの？捉えるんじゃなくて。なんか、うんシステム的には、うんなんか餌かなんかが入ってて、んそれを、自分の巣に持って帰って、みたいな。かな。そのパターンねう。ん。それを置いたら、一匹も出なかったんだって、そんなことある？ 10 匹出たのよ、初夜に。うん。そういうの逆にでもん呼び寄せるとか言うじゃない。外から来ちゃうみたいな。いやいや見ないらしいのよ。私もそれ置いたら、もう本当に出なかった。その後。いくらぐらいなのそれ？なんか、いっぱい入って、うん1000円ぐらいだった。今日持ってるの？今日持ってる。だから置いてくね。いやいや、違うのよ。いや置いてかないでよ私、商品を勧めたいわけじゃなくて、すごいなって思って、そんなのもあるんだ。大体物を売るやつそういうのよ。仲間ちゃん。もういいわよ、もう帰るわよ。あんたは、もういよいよこんな話してんだから。あんたの家に持って帰るこのブラックキャップみたいなの置きたいわよ。私はこの部屋には、本当に。
二度と私現れなくなるわよ。二度と現れなくなる。そんなの置かれたら。連日10日ぐらい悲現れてたのしいでしょ。あんなにいたのに。悲しいって話だったの、この話。いや、違うわよ。出なくなって。私、ゴキブリじゃなくて私だったらよ。ちょっともう帰るわよ。帰っても。いよいよ。はい、帰って。よいしょ。ブラックキャップね。いいこと聞いたわ。よしよし。翌朝。なんか最近ストレス溜まるんだよね。マジわかる。それ。マジわかるんだけど。なんか、いいストレス解消法があればいいんだけどな。いやでもストレス解消法を、みんなに適用できるやつを編み出したら、ノーベル賞もんよ、月見ちゃん。そう。結局現代病の一番のなんてきゃストレスですもん。そっだってか。月見ちゃん知ってる？えゴリラって知ってる？ゴリラ知ってるわよ。ゴリラ知ってるでしょ？うん。ゴリラのうん。死因はストレスよ。え結構ストレスで死ぬのよ。神経質なの？そうなの。こみんな胃潰瘍なのよ、ゴリラって。れあ、そうなんだ。そうよ。ゴリラみんな B 型で、みんな胃潰瘍なの。ストレス。そうなの？そうなの。すごい神経質。だから死ぬの、ゴリラは。本名知ってる？ゴリラの本名。なんかあったわよね。ゴリラの、本物の名前。なんとかなんとか。あ、そう。ゴリラゴリラっていうの。ゴリラゴリラ。そうなの。名字ゴリラの名前ゴリラゴリラね。ゴリラゴリラなの。ああ。そうなの。なんでゴリラゴリラって言わないんだろうね。まあだから名前で呼んでって言われてんじゃない？誰に？ゴリラゴリラ側に。名前で、だって名字もゴリラなんでしょ。ゴリラなのよ。そうだからまあ名前の方で呼んでんじゃない？まあでもストレスは大変よ。ね。溜まるとどうしてる？私はまあ歩く。まあでも外をそうなのよ。歩くってのはいいことっていうよね。基本は外に出なきゃ無理よ。日光浴びたり。家の中にいたらストレス溜まる一方。なんか音楽でも聴きながら。ああ、いいかも。結構アップテンポなね。それで歩くっていうのはいいわよ。で、その音楽のリズムに足を合わせたりとかね。アップテンポの。結構早歩きじゃん。結構早歩きなのわよ。アップテンポで。夜やってね。昼やると変よ。あの子競歩の練習してんのかなって思われるから。そんなかかとから降りてる。そんなかかとから降りてる。だから夜に音楽聴きながら歩く。ひたすら歩くとかね。そっか、歩いてみようかな、じゃあ。でもスポーツもめちゃくちゃいいわよ。まあ運動ね。結局運動したらストレス発散なの。もう結局は、まああと、まあストレス発散ってわけじゃないけど、私本で読んだことあるんだけど、そういう何かこう詰まった時とか、その時に解消する 3B っていうのがあるの。 3B。何？教えるわね、今日特別に。特別よ。まずは B、バスっていうの乗り物のバスね。バス。要するにどこか移動しろってことよ。場所を変えることによってストレス発散して気分転換して、そのなんていうのかな、気持ちを変える。これが 1B ね。で 2B がバス、シャワーの方。そう。私は結構それなのよね。それね、みんなやってるわよね。それバス。お風呂でやる。で3つ目の B。これもう本当に最後の手段なんだけど、ビールね。ビール飲めないんだけど、私まだ。ここはだから隠れてね。いやお酒？まあでも大人の人たちは言うよね。そうらしいよ。だからまあ私たちビアできないけど、まあどっかに移動したりとかしたり、まあお風呂はすごくいいわ。そう。お風呂入ってる？お風呂もなんか潜ったりね。潜る？そんなにお風呂でかいの？いやもう本当にちっちゃくなったよ。やば。やばい入り方してる。息を止めてるとなんか。全部が水の中に入ってると、なんかその、幼児帰りみたいなことで、なんかバーって出るじゃない。うんあの時になんかスッキリするのよ。なんか怖いわね。ちょっと怖いよ私も。あともなんか叫んだりね。お風呂の中で。お風呂の中で？なんて叫ぶの？なんかお風呂の中って、なんかその日一日のこと思い出したりしない？
私はもう必要最低限の時間しかいないから。ああ、そうん。う。例えば、なんか、お風呂入って今日も一日疲れたと。で、シャワーとか浴びてる時に、今日一日のことが振り返って、すごい嫌なことがあったり、すごい恥ずかしいことがあったり、した時のことを、急に思い出しちゃって。なんか襲われたりとかしてるそれを熱いシャワーで流してるいやいやそんな気はないの。うん普通のお風呂。急に思い出しちゃって急に叫んじゃうみたいな。ちょっと月見ちゃんやばいんじゃない？ちょっとだけ病んでるよ。病んでるかな？病んでる。私そんなシャワー浴びてその一日のこと思い出したことないわよ。そう全く今のことしか考えてない。よりスピーディーに出れるかっていうのは私目指してるから。お風呂結構浴びちゃうのよね、シャワーも。それダメよ。あれ時間の無駄よ。時間の無駄？シャワーとか長い人。そう？すぐ出た方がいいんだから。だってシャワーで浴びてる時間って何もしてない時間なんだから。そうね。もうそもそも間違ってるんだから。そっか。そこでさらに嫌なこと思い出してだったら。いやでもそれがストレス解消にはなってるんだけど、ね。わーって言って。まあいいけど、月見ちゃんが今一人でいるならいいけど、一人でお風呂とか入っててね。それが例えばじゃあ、月見ちゃんに家族とかできたとして、そのね。家族はいるんだけどね。まあそうだけど、結婚とかしてね、子供とかできて、どう思う？自分の母親が、あーって言ってたら、怖いわよね。やめた方がいいわよ。いや、それは気使うわよ。やっぱ。いないときに。ただそれもストレスになるんでしょうね。気使い始めたら。叫べないってことが。だからもう、そうね、叫びポイント見つけるかもしれないわよね。まあ、そう考えたら月見ちゃんはもう多分、ストレス解消できないわ。溜まるタイプなんだわ。溜まるタイプなのかな？そうだったの？人間性よ。私たまんないもん。あんまり。そう。すぐ解消する。すぐ忘れるから。鈍感力よ、人間。そっか。でね。そんな急に？そうか。1週間後。団子ちゃんさ、人からさ、恋愛相談って受けることある？私はね、ないの、あんまり。ない。多分相手にされてないんだと。あ、そうなんだ。それいいわよ。そう。私結構受けるんだけど、受けたことあるわよね。あるわよ。それはあるわよ。でも、あれって、本当に意味ないよね。まあね。もう、確定してるじゃない。そりゃそうよ。相談者側は、確定意見があるわけじゃない。で、それを話して、一応意見求めてくるんだけど、私に。私が採用されることはないじゃない、私の意見が。まあね。何の時間なのあれ。だから、俗に言う背中押す時間よ。背中押してほしい。大丈夫だよって言ってほしいってこと。そうなの。それでいいのよ。うん。でも、そこで一番怖いのが、そういう人に限って、失敗した時に、私たちのせいにするときない。いや、押しちゃったらね。いや、だから私はでも背中押さないわよ。間違ってると思ったら。もう押した方がいいわよ。めんどくさいから。いや、間違そうだと思うよって。いけるんじゃないって。だから私最初に言うのよ。いいけど、聞くけど、ちょっとでも私の意見採用してねって。なんでって言うわよ、私だって。ちょっとでもいいから。いや、ちょっと、おかしいと思ったら使わなくていいから、ちょっとでいいの？いいと思ったら、ちょっとでもいいから採用してねって。言うようにはしてる。それで、って言うの、その人。まあ言うしかないわね、言いたいから。で、言って、なんか意見言ったら採用すんの？しないのよ。それはしないわよね。いや、絶対私の方が正しいのよ。それはわかんない。いや、絶対正しいのよ。それはわかんない。本当に。それはエゴよ。いや、エゴじゃないの。もうそういうのって大体。じゃあ、月見ちゃんに一言私から言ってあげるわ。恋愛に正しいとか正しくないとかないの？いや、そうよ。いや、そういうこと、いや、分かってる分かってんの。分かってんの。そうじゃなく、明らかに間違った方向に行っちゃってる人っているじゃない？どういうこと？その、彼氏の首絞めちゃおうかなとか、そういうこと？違うの。何？そんな相談をしてくる人はいないの。それだったら私も締めない方がいいわよって言うけど、どういうこと？例えば、彼氏が浮気してるっぽいんだよね。はいはいはい。そんなとこ別れなよ。あるじゃない。
でも好きなんだよね。うん。じゃあ付き合いなよ。うん。そのまま付き合いなよ。しかないじゃない。それはかわいそうじゃない。しかないじゃない。いや、そうん。なんなのコンピューターなのコンピューターじゃないわよ。コンピューターと話してるじゃないわよ。でしょ、だって自分が嫌か嫌じゃないかじゃない。いや、うん。それは違うよ。月見ちゃん、厳しい。うん。それはもう私だったらもう絶対相談しないよ。だから私は絶対相談しないわ。恋愛相談。人に人に。ああ、それつまんないわね。つまんないって何決まってんのよ、だって。うんもう自分がしたいことなんて。そうよ。うん。いや、だから、うん。自分がしたいことを、うん言うのが恋愛相談じゃないうん。で、それを聞いて、うん。頑張れようんって言ってほしい。うん。そこまで分かってるのに、うん。なんでそんな冷たく当たれるのいや、もう、その負の歴史というか、うん。恋愛相談されて、昔は私もそんな風じゃなかったわよ。うん。何回もされて、うん。そのたんびに、もう背中を押してたの。うん。うん。だけど、ことごとく、違う方向をやるの。どういうことだから、うんもう絶対別れた方がいいよね。うん。もう別れた方がいいよ。つって。うんそうだよね。分かった。私別れる。つって。うん。じゃあ別れな。つって。そしたら、別れないで。うん。で、また言ってきて。別れた方がいいよね。つっうん。て。絶対別れた方がいいよ。つって。そうだよね。つって言ったら、また別れないで。だから、うん。月見ちゃんは本当に一番ダメなやつだと思うよ。なんで一番なのよ。だから、うん。 2パターンあんのよ。何よ。言って、うん。背中を押してほしいときと、うん。言って止めてほしいときよ。いやいや、だから最終的に言って、もういいわよ、別れなくてって。うん。でそれでいいのよ。最終的にはね最初に言わない。それを、うん。月見ちゃんのそういう感じで、私、そういうの上手だからちょっとやってみて。え何もう彼氏と別れようと思ってて。なんでいや、もう浮気もすごいし、ん。もう耐えられない。うん。別れようと思ってるんだけど、うんもうそれすらもうめんどくさくなっちゃって、ももったいないんじゃないでも。え彼氏との時間今までいや、でもほんと最低なの。例えばなんか、お金もなんか、うんこの前、財布から抜かれてたし。うん。あ、そうで、。私の、なんか、貯金も引き出されて使われてたし、うんカードだって使われちゃったの。まあでも、それ頼りにされてんじゃないいいんじゃないでも、ひどくないでも、何があんの私が、ん。さ、うん約束してたのに、やべ、悪い、なんか別の用事入っちゃったってうん。言って、私の前に別の女と現れたのよ。まあひ、どくないまあ人気があるってことだ。なんでそっち押すのよなんでそういう押し方してんのよいや、なんとなく、変だよ今のはそういう感じだったもんだって。明らかにおかしいじゃない今のは。いやいや、今の、そんなことを言うってことは、だって、それを言うってことは、その否定してほしいのよ。いやそうなの今ので、そんなのひどいわねって言ったら、話終わっちゃうじゃない。話終わらせようとしてないんだから。逆。そうなの逆行かないと。めんどくさいなめんどくせえと。私でも今の話で月見ちゃんには絶対相談できないと思ったわ。しないでよ。もうロボットだもん、言ってしないでよ、私には。あ、そう。話あるんだけどさ。聞いてもらっていい何帰っていい帰ってよ。何の話しようとしたのよ。月見ちゃん恋愛相談なんかしないよ。いえ、しないでよ。されたくないって言ってんの。チャンネル登録してね。